の画像を見てください。何でしょうか？恐ろしい怪物？フレンドリーなクマが2匹？それとも別の何か？ほぼ1世紀の間、このような10個のインクのシミが不思議な性格テストとして使用されてきました。心理学者や患者のために秘密にされたこの不思議な絵は人の心の動きを引き出すと言われています。しかしインクのシミで何がわかり、どのように機能するのでしょうか。20世紀初頭にスイスの精神科医ヘルマン・ロールシャッハによって発明されたロールシャッハテストは、特定のものを見るというよりも視覚に対する一般的なアプローチを探ります。アマチュア芸術家のヘンマンは人によって異なる視覚的知覚に興味を持ち、これを医学部に持ち込み、私たちのすべての感覚が深く関連していると学びました。視覚プロセスが感覚入力を記憶するだけでなく、それらを変換する方法を研究しました。スイス東部の精神病院で働き始めると、この謎めいたプロセスについて新たな知見を得るために不可解な絵をデザインし始めたのです。インクのシミ画を使い、何百人もの健常者と精神科患者に同じ質問を投げかけました。これは何でしょう？ロールシャッハにとって最も重要なのは、被験者が見たものではなく、どのように課題にアプローチしたかでした。イメージのどこに焦点を当て、どこを無視したのか、画像は動いていましたか？インクのシミの色はより良い答えを出すのに役立ちましたか？それとも気をそらし圧倒してしまいましたか？彼は人々の反応を高度化するシステムを開発し、幅広い解釈をいくつかの管理可能な数にまとめました。これであらゆる事件性を数値化する経験則ができ、創造的で想像力豊かな人、細部にこだわる人、大局観のある人、自分のやり方を柔軟に変えれる人などです。ある人は行き詰まり、複数のシミ画に同じ答えを出し、また他の人は珍しい、楽しい描写をしました。反応はインクのシミと同じくらい多様で、様々な種類の知覚の問題があり、その中には解釈しやすいものもありました。しかし、受験者全体のアプローチを分析することで、彼らの心理を知ることができました。多くの人々をテストするにつれて、パターンが重なり始めました。同じ性格の健康な被験者は、しばしば驚くほど類似のアプローチを取り、同じ精神疾患を患っている患者も同じように類似し、信頼できる診断ツールとなります。さらに他の方法では、困難な疾患にも診断が可能になる場合もありました。1921年、ロールシャッハは知覚的アプローチにイメージを与えると思われる10のシミ画とともにコード体系を発表しました。その後数十年の間にこのテストは世界中で大人気となり、1960年代までに米国だけでも数百万回公式に使用されました。テスト公開から1年も経たないうちにヘルマン・ロールシャッハは突然亡くなり、発明者がそれを軌道に乗せることなく多くのデータを収集してきた彼のテストは懐疑的な方法でも利用され始めました。研究者はナチスの戦犯にこの実験を行い、大量殺人の真理を解き明かすことを望み、人類学者は遠隔地のコミュニティでこの画像を見せ、世界共通の性格診断を行い、雇用主は還元レコードチャートに基づいて偏見のある雇用決定をしました。この検査が診療所を離れ大衆文化に関わると医療従事者の間で評判が落ち、このシミ画は臨床的に使われなくなりました。このテストには賛否両論があり、多くの人が反証されたと思っています。しかし2013年に行われたロールシャッハ研究の大規模なレビューでは、適切に実施された場合、このテストは有効な結果をもたらし、精神疾患の診断や患者の心理的プロフィールを明らかにするのに役立つことが示されました。このテストは人間の心を知る堅固な鍵とは言い難いですが、その知覚的アプローチと唯一の正解がないことは、人間の世界の見え方について心理学者がより多彩な輪郭を描くのに役立っています。私たちの知覚の背後にあるパターンを理解し始めたのです。脳より面白いものはあるのでしょうか？脳が体なのかもしれません。タコの魅力的な頭脳について詳しくはこちらのビデオをご覧ください。